皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、前回はこちらのドクターフィッシュことガラルファさんの導入のご紹介をいたしました。その説は本当に大変申し訳ございませんでした。重ねて謝罪を申し上げます。今回今ね映ってるのは子供の手ということで、美女ではないんですが、こちらでご容赦ください。はい、ということで今回なんですが、気温もだいぶね低くなってきて、すっかり秋らしいね季節になってきたなっていうふうに思っておりますので、今回は寒さ対策をしていこうというふうに思います。それともう一つ、以前レッドデビルエンゼルフィッシュの赤ちゃんが生まれたということでお話をしましたが、そのね結果発表ということで2本立てていきたいというふうに思います。はい、それでは早速寒さ対策の方に話を移していきます。植物もですね、だいぶ秋らしくなってきたと言いますか、このね緑の葉っぱがこのように茶色くなってきたりだとか、逆にこの秋だからこそ成長を見せてくれる植物、そんな風なねいろんな植物の変化なんかを感じられる、そういう季節になってきました。植物に関しましては、私の場合は一年中室内で管理をするという風に決めてやっておりまして、割と暖かい環境で植物たちが育っているという、そういう状況になります。ただ一旦ね外に目をやりますと、こんな風にこれね日中なんですが、もうね最高気温が18度ぐらいで、湿度が 55% ということで、だいぶね秋になってきましたよね。でアクアリウムの方はと言いますと、やはりこれぐらいの気温になってくると水温もねそれに応じて下がってくるということになります。で私アクアリウムを始めたての時はヒーターも購入しまして、冬の間はそのヒーターを常に使い続けると、そんな感じで一定の温度を保つっていうことをしていました。ただですね、やっぱり電気代が結構ね気になるっていうのと、水槽がかなり数が増えてきたというところで、もうヒーターはやめてエアコン管理である程度温度を保つということをやっておりました。でこのテナントに引っ越してきてからはですね、アクアリウム自体水槽を始めたのが春先ぐらいですので、そこから夏場にかけては、基本的にエアコンをつけて、冷房ですよね、冷房である程度室温を低く保っていたという状況になります。だいたい9月末ぐらいまでは結構暑かったので、それまではずっと冷房を入れていました。電気代どれぐらいかかってるのかっていうのは私も見て見ぬふりというか、本当に見てないので、いくらかかってるのかっていうのは分かってない状況なんです。でここから暖房なんですが、結構ね心配点があります。はい、こちらをご覧ください。このテナント部屋の、改装をねし始めた頃の様子になります。こんな風にかなり大きな窓がこれ北側ですよね。はい、画面向かって左側正面側にある窓がこれが北向きになります。完全にシングルガラスの昔ながらのアルミサッシ。いやー、かなりね外からの冷気っていうのが伝わってくるんですよね。でおまけに換気扇についてもおばあちゃんの家にねついてあるような、本当に昔ながらのなんて言うんでしょう、気密性能とかねあったようなもんじゃない、そういう換気扇がついておりまして、風なんかがねもう本当にツーツー、はい、そんな状態になっています。夏場の冷房もね気にはなっていたんですが、ここ3階建ての2階部分になりますし、で、南面にね窓がないんですよね。だからそういう意味では冬場の方が結構怖いなと思っています。はい、ということで今回はその冷暖房効率を上げるための工夫っていうのを、撮影をしていこうというふうに思ってるんですが、まずその前にですね、こちらの窓を少しご覧ください。もともと IKEA のブラインドだけだったんですが、その上にこれねカバーを自作しました。ちょっとね見た目的に結構気になっていましたので、これ木の枠にですねコットンリネンっていうんですかね、麻と、綿、それが混ざったような生地っていうのを貼り付けて、作ったそういう目隠し的なものっていうのを作ってみました。ここでまたジュート素材麻を使ってしまうっていうのがね、もう自分でも疑われにかかってるんじゃないかっていうね思ってしまうんですけど、それは置いといて、見た目的にはね結構良くなりました。ただこれ当然ただの布ですので、風なんかはねツーツーで冷気もかなり入ってくるんですよね。はい、ということで今回はこちらを購入しました。はい、こちら皆さんなんだかお分かりでしょうか。こちらはプラスチック段ボール、通称プラダンというものになります。大体どこのホームセンターでも売っているこちらの商品、厚さ 2.5mm の、いわゆる養生用のプラダンというものになります。
このように穴が開いておりますので、その空気層が断熱効果を生むと、そういうものになります。で、なんでこれを選んだのかと言いますと、単純に安いということと、あと加工がしやすいんですよね。こんな風にカッターで簡単に切ることができます。一応ね、こちらの上位互換としてはポリカーボネート板というものがあるんですが、結構ね、値段が高いんですよね。こちらのプラダン、だいたいホームセンターで100円台で、1枚100円台で買えるものになりまして、で、ポリカーボネート板だと結構2000円近く、するかなと思います。結構一時期ね、私DIY 系の YouTube とかハマってたくさん見ておりましたので、結構ね、ポリカーボネート板で二重窓を作るっていう方がかなり多くいらっしゃいました。ただ私はプラダンでいこうということになります。はい。で、こちらをご覧ください。こちらはですね、先ほど窓枠に取り付けていたコットンリネン、でできた目隠しになります。これかなり簡単な作りで、木と木で布を挟むと、それだけの作りになります。この辺の細かい作り方とかは割愛させていただきます。で、その枠の上に先ほどのプラダンを乗せるということで、このままね、ここで止めてしまおうと思ったんですが、もう木枠自体を先にね、窓に取り付けていたので、こうしてしまうとズレが生じてしまうというふうに思いましたので、ちょっとそれをやめました。ですので直接このね窓枠にプラダンを貼り付けてその上に目隠しをつけると、そういう手順を踏むことに決めました。で、ちなみにプラダンは太陽光に当たるとボロボロに崩れ落ちてしまうという情報がありました。で、私の場合は一応これねIKEA の激安ブラインドではあるんですが、この上にプラダンつけていこうというふうに思っておりますので、大丈夫じゃないかなっていうふうに思っております。でこれね、皆さん真似しないでください。私タッカーで、止めているんですが、普通はね、賃貸とかは両面テープとかでやる方がいいのかなというふうに思います。で今これプラダン同士の間といいますか、隙間がもうどうしてもできてしまうので、そこをテープで、留めていっています。見た目的にはね、あんまりこれ良くないんですけど、ただ私この上から、先ほどの目隠しを貼り付けていきますので、私の場合はこれでね、十分大丈夫かなっていうふうには思っています。ということで、北向きの窓、実は2箇所ありまして、かなり大きな窓だったんですが、すべてプラダンで覆い隠しました。果たしてこれで冷暖房効率上がるんですかね。100円ちょっとの商品でね、これあんまり正直私はね、期待はしておりません。で、先ほどの枠なんですが、こんな風にね、私ビスで留めております。これテナントで大丈夫ということだったので、私はビスでやりました。で、こちら出入り口の扉になるんですが、こちらがね、西向きになります。で、この扉に関しましても IKEA のブラインド、そしてその上にプラダンを貼るということをやっておきました。やらないよりはやる方がマシかなっていうレベルで、これもね、果たして意味があるのかっていうのは分かりません。もともとがね、本当にアルミの扉ですので、やらないよりはね、もしかしたらマシかもしれません。で、あとは東面になりますが、こちらはですね、太陽光パネルね、設置しておりまして、あんまりね、ほとんど使わないので、いらないかなとも思ったんですが、こちらからの光、これはですね、朝方から光が入ってきまして、その光を利用して、室内の温度っていうのはもしかしたらね、上げるのに一役買ってくれる、そんな可能性もありますので、こちらに関してはそのままの、状態を保っています。ということで、次の日の夕方頃、だいたい4時ぐらいになります。温度がですね23度、湿度が 71% と書いてあります。結構これね、実は今外18度ぐらいなんですよね。そう考えるとプラス5度ぐらいで、なんとなく体感的にも設置する前と比べると結構あったかい感じがするんですよね。で、水温の方ですね、水温の方にも目をやると、だいたいこれが22度ぐらい。お魚さんにとってはまだこれでもね、低い水温ということになると思うんですが、一応大丈夫なレベルかなというふうには思っています。で、次の日のね、温度も一応集計しまして、外気温の最低温度が8度、そして最高気温が19度ということになるんですが、室内が最小 17.3 度、最高23度ということになりました。今のところ結構いい感じでね、冷暖房効率もこれでね、結構上がってくれるんじゃないかなと期待しております。それでは次に行きます。2つ目、レッドデビルエンゼルフィッシュの赤ちゃん結局どうなったというお話です。こちらのね、ペアのレッドデビルエンゼルフィッシュ、産卵をしてくれたということで、動画がだいたい3ヶ月前ぐらいになりますかね。で、あれからどうなったかと言いますと、実はですね、3回目の産卵までしてくれました。やはり一度産卵期に入りますと続けざまに産卵を繰り返すということが分かりました。
はい、で1回の産卵でだいたい2、300匹とかねいう稚魚が生まれているというふうに思います。はい、でその結果なんですが、3回目に生まれた稚魚たちは、すべてダメでした。いやー、これはねちょっと正直厳しい結果ですね。1回目と2回目はサテライトに入れたんですが、3回目はねちょっと親に任せてみようという風にやってみたんですよね。いやー、そしたらちょっとダメでした。いや、やっぱり親たちに任せるとねダメですね。はい、これでサテライトの重要性が本当に分かりました。で結局生まれた稚魚があれからどうなったかと言いますと、この水槽に移しました。はい、で結果6匹生き残りました。いやー、結構これねどうですか、やっぱ渋いですよね、結果的には。はい、1回目の産卵で3匹で2回目の産卵で3匹ということで合計6匹ですね。はいのレッドデビルエンゼルフィッシュの稚魚が、今生き残っているという状態になります。ここでやっぱり反省点というか振り返っておかないといけないと思います。で1回目の稚魚に関しましては、この水槽内にサテライトを沈めておく、そういうタイプで、これはね意外と良かったのかなと今となっては思っています。っていうのも2回目のサテライト、あれが外掛けになるんですが、エアポンプでね水を汲み上げる形だったんですよね。であれをするとですね、やっぱりこの突出口のところで稚魚が挟まったりだとか、エアポンプでね流量とかをうまく調整はしていたんですが、なかなかそれね結構難しくて、はい、うまくいかない部分っていうのも結構ありましたね。はい、あとはやっぱりね外掛け、水を循環させてるとはいえ、水の中の環境っていうのもね若干水槽内と、差が出てきてるっていうふうにも思いました。で3回目にね親たちに任せてた時もエアポンプの水流の流れで外掛けのサテライトに入っていってたんですよ、稚魚たちが。でサテライト内の稚魚たちっていうのがこの3回目のやつはねもう全てダメだったので、やっぱりねこの水質の変化とかっていうのはね初期の稚魚にとっては結構きついのかなというふうに思いました。はい、ですので次もしまたねチャンスがあれば、この水槽内のサテライトっていうのをちょっと増設というか、はい、たくさん買いまして、そこにね1回目の稚魚、2回目の稚魚、3回目の稚魚みたいな感じで分けていくのが本当に一番いいのかなっていうふうに思いました。はい、で餌をですねずっとブラインシュリンプを沸かし続けて3ヶ月。いや意外とねこれ慣れてきて、はい、餌をやるっていうのはそんなに問題ではなくなりました。はい、ということで、結果的には結構ねなかなか厳しいということになりました。はい、ということでこちらのレッドデビルのペアお役御免ということで、元々の水槽に戻しておきたいというふうに思います。もうあれから4回目のね産卵っていうのが全くないので、多分もうとりあえず今シーズンは終わりなのかなというふうに思っています。いやどうなんでしょうかね、またもしかしたらこれ、産卵するということになればまたねご報告をしたいというふうに思います。はい、これがですね実は3匹目のレッドデビルエンゼルフィッシュで、これねもともとこいつが一番小さかったんですよね。で模様というかね色も結構薄くて、はいまだまだ子供っていう感じだったんですが、こいつもねかなり大きくなりました。でこいつがね今のこの90センチ水槽のボスということになっていて、ここにねさらに先ほどの2匹、もともとのね本当はあっちの方が、その2匹の方が力関係的には強かったので、入れるとねどうかなと思ったんですが、はい、一応元々の水槽に戻しておきます。はい、ということでレッドデビルエンゼルフィッシュ今年の産卵シーズンがもうねこれで多分終わりということになると思います。でこれ多分また来年ということになるんですかね。はい、その辺ねちょっとよくわからないんですが、また来年、はい、に備えて、なんとか私もね、今回の反省を生かして今度こそレッドデビルエンゼルフィッシュの軍営っていうのをね、いやーできたら本当にね面白い、いやー嬉しいなっていう風に思いますので、はい、また次にね、なんとかつなげたいという風に思います。で今いるこの6匹のレッドデビルエンゼルフィッシュたち、かなりね大きさも多分これ2、3センチぐらいあるんですかね。模様もはっきりしてきていますので、ここまで来ると結構もうね安心かなっていう風には思っています。なんとかこの残ってくれた頑張ってくれたこの6匹たち、いや本当にね大切に育てていきたいというふうに思っています。はい、ということで今回は冬支度ということで冷暖房効率を上げる方法、そしてレッドデビルエンゼルフィッシュの赤ちゃんの結果発表ということになりました。
はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。